今日はちくわの磯辺揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はちくわの磯辺揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、定番おかずちくわを磯辺揚げにしていきたいと思います。簡単に衣をサクサクに仕上げる方法をご紹介していきます。さらにですね、少量の油で作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ちくわ、薄力粉、片栗粉、マヨネーズ、料理酒、お水、青さ、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回ね、衣をサクッとさせるポイントが片栗粉とマヨネーズと、あとは料理酒になります。こちらの3つを加えていただくことで簡単にサクサクな衣に仕上げることができます。ぜひね、こちらの衣で作ってみてください。そして今回ですね、青のりではなく青さを使っていきます。青のりの方が香り高いんですが、青さの方がね、お安く手に入るので、今回は手軽に青さを使っていきたいと思います。もしより香り高く作りたい場合は青のりを使用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、それでは作っていきます。まずね、ちくわを切っていきたいと思います。切り方なんですが、今回は斜めに切っていきます。厚みがだいたい1センチ弱ぐらいにしていきます。そうすることで少量の油で作ることができます。こちらの切り方はね、お好みで OK です。では切っていきます。はい、こんな感じに切っていきます。厚みで言うとこのぐらいですね。1センチ弱ぐらいの厚みにしてください。では残りも同じように切っていきます。はい、ちくわはこのように切ってください。そうしましたら、このちくわに薄力粉をまぶします。このようにね、薄力粉をまぶすことで衣との密着が良くなります。薄くで大丈夫なので、ざっとまぶしてください。はい、ちくわの準備はこれで OK です。では衣を作っていきます。今回ね、先ほど材料説明でもお伝えしたんですが、衣にマヨネーズを加えていきます。そうすることでとてもサクッとした仕上がりになります。ただこちらのマヨネーズはそのまま混ぜてしまうとダマになってしまいますので、一度料理酒で溶いて、その後他の材料と混ぜていきます。まずボウルにマヨネーズです。そしてここにほんの少し料理酒を加えます。一度に加えてしまうとこれもダマになってしまいますので注意してください。これでよく溶きます。はい、そしてまたちょっと加えます。そして混ぜます。はい、そしてまた加えます。このように少しずつね、マヨネーズを伸ばしてください。で、いい感じにシャバシャバになったら残りの料理酒を加えます。そして混ぜます。料理酒もね、この料理酒のアルコールが飛ぶことによってとてもサクッとした衣に仕上がりやすくなります。それでは続いてここにお水です。そして混ぜます。あとは粉類ですね。薄力粉、そして片栗粉。これを一度混ぜましょう。しっかりね、ダマができないように混ぜてください。結構ね、このようにシャバシャバな感じになります。そしたら最後ですね、ここに青さを入れていきます。青さの量はね、お好みで OK です。入れていきます。青さはね、こうやって見ていただくとフレーク状になってるの分かりますかね。これが青さです。青のりはね、どちらかというと粉末に近いぐらい細かいものになります。これを混ぜます。青さの場合はね、特に香りも少しね、青のりよりも減るので、ちょっと多めに入れていただくとちょうどいいと思います。はい、衣の準備はこれで OK です。そうしましたら、ここに先ほどのね、薄力粉をまぶしたちくわを入れます。そして全体に絡めましょう。はい、これで OK です。それでは今から揚げていきます。それではフライパンの中に油を注ぎ入れます。フライパンの底から 3mm から 5mm ほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。このままだいたいね、中火で1分から1分半ほど油を温めます。はい、今ね、1分ちょっと温めました。菜箸の先にほんの少し衣をつけて、そして油の中に一度入れます。この時にね、すぐじゅわっとなれば OK です。そしたらね、一旦少し火を弱めます。弱めの中火から弱火ぐらいです。そうしましたら、こちらちくわを揚げていきます。で、あとはね、カリッとするまで揚げていきましょう。このようにね、裏返しながら揚げていってください。
ね、こうやってフライパンから上げていただいて、もう一度戻すことによってよりカリッとした仕上がりになりやすくなります。こんな感じで空気に一度触れさせることで2度揚げ効果が得られます。そしていい感じにカリッとしたものから取り出します。はい、こんな感じで美味しそうにカリッと揚がりました。それではね、残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このように衣がサクサクに仕上がってます。ではですね、このまま油を切りたいと思います。衣なんですが少し余ったので、こちらはですね、何か他の食材を一緒に揚げてみてください。はい、これでちくわの磯辺揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣がサクサクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。衣がすっごくサクサクです。そして青さなんですけど、結構たっぷりめに入れたので磯の香りもしっかりしてます。揚げたてはちくわもふわっとしてますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のちくわの磯辺揚げのポイントです。まずちくわの切り方なんですが、今回私は1センチ幅ぐらいの斜め切りにしました。こちらの切り方はお好みの切り方で OK です。ただね、厚みに関しましては、こちらはお好みなんですが、1センチぐらいにしていただくと少量の油でサクッと揚げることができます。そして衣をサクサクにするポイントです。通常衣はですね、薄力粉とお水でやったりするんですが、そこに片栗粉、マヨネーズ、料理酒、こちらを加えていただくことでコツいらずで簡単にサクサクに仕上げることができます。さらにですね、料理酒の塩味とあとはマヨネーズのコクで衣にも味がついて、このまま食べても美味しく召し上がっていただけます。そして今回ですね、青のりではなく青さで作りました。青のりの方がより香り高くなるんですが、ちょっとね、青のりはお高いので今回は手軽に手に入る青さで作りました。青さもですね、もちろん磯の香りがするので問題なく作っていただけます。ただね、青のりよりは少し磯の香りが減ってしまうので、少し多めに入れていただくといいかなと思います。そして衣をつける時のポイントです。衣をつける時はちくわ自体に薄力粉を軽くまぶしてください。そうすることで衣が剥がれにくくなります。あとは少量の油でカリッとするまで揚げていただけたらと思います。揚げるタイミングなんですが、菜箸の先に少し衣をつけて、そして油の中に入れてジュワッとすれば OK です。そのタイミングで揚げてみてください。あとはね、火加減を調整しながら揚げていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちくわの磯辺揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。